これは1970年にアポロ13号のクルーが実際に見た光景を再現した 4K の映像。後世の探査機による精密な観測データを使って55年前の視点を忠実に視覚化しています。地球からは絶対に見ることができない月の裏側は現在も多くの謎に包まれています。高画質の再現映像と実写画像をもとにアポロ13号の目線で月面旅行を楽しんでください。アポロ13号は月の裏側を回って地球に帰りましたが、本来は月面着陸を前提としたミッションでした。計画が大幅に変更された経緯は動画の後半に譲り、まずはアポロ13号が見た月面の姿を見ていきます。ゆっくりと地球から離れていくアポロ13号。ひとたび宇宙空間に出れば昼夜の概念はありません。実際の写真で見る宇宙空間は吸い込まれるような暗闇です。人間が持つ奥行きや方向の感覚など何の役にも立ちません。間もなく地球が月の影に隠れます。地球が完全に姿を消した後に訪れるのは月の夜。あらゆる光から隔離された暗く寂しい世界です。月は地球にいつも同じ目を向けており、裏の顔を見せることはありません。それは月が地球に潮汐固定されているからです。月と地球は同じ重心の周りを回っています。月が自転する周期と月が地球の周りを公転する周期は同じなので、月は常に同じ目を向けて地球の周りを回るのです。木星を回るガリレオ衛星や冥王星の衛星であるカロンも同じように潮汐固定されています。もっとも月の場合、軌道の形や傾きなどが理由で地球に見せる表面が若干変動します。アポロ13号が月の裏側に入ると、月そのものが電波を妨げるため、無線通信が約25分の間途切れました。その間に問題が起きても、地球のコントロールセンターにできることはありません。やがて月の地平線から顔を出した太陽の光が月の表面を優しく照らします。闇夜からゆっくりと浮かび上がるクレーターだらけの大地。アポロ13号は上空 254km の地点を飛びながら月の表面を観察しました。地表が無数のクレーターで覆われている光景は月の表も裏も変わりません。一見すると穴だらけの殺風景な大地が広がっている月の裏側。しかしこの映像にはいくつかの主要なクレーターが映っています。キラークレーター。クレーターの中央に出っ張った小山のようなものがあり、クレーターの中にさらに小さなクレーターがあります。キャプリギンクレーター。直径が約 123km もあり、衝突の衝撃で岩石を勢いよく吹き出しています。マルコーニクレーター。この画像はアポロ17号が撮影したものですが、中央にマルコーニクレーター、その右上にチャプリンギンクレーターがあります。ガガーリンクレーター。人類初の宇宙飛行士であるユーリ・ガガーリンにちなんで命名されました。月の重力は地球のわずか6分の1程度。質量も磁場も小さいため、大気を引きつけておくことができません。地球に比べるとゼロと言っても過言ではないほど薄く、何億年もの間、隕石の容赦ない爆撃にさらされてきました。月の表面でひときわ目を引くクレーター、ツォルコフスキークレーター。その直径は 185km。岩手県の南北の距離とほぼ変わらない大きさです。クレーターの周囲は高低差の激しい地形ですが、内部の地形は起伏がほとんどありません。この滑らかな地表は月の海。月の海とは月の表面のうち暗く見える領域を指します。20億年以上前に溶岩が流れ込んで生まれた玄武岩でできた平原です。月の海の中央には高さ 3400m を超える山が孤独に佇んでいます。ツォルコフスキークレーターを形成した衝突の衝撃によって岩盤が盛り上がって生まれたものです。久しぶりに地球が月の地平線から姿を現しました。これを機にアポロ13号と地球との通信が復活します。
月の裏側にある大きな海の一つ、モスクワの海。衝突によって生まれた広大な盆地の中に浅い小さなクレーターがいくつも確認できます。NASA のデータベースによると、その直径はおよそ 275km、東京と名古屋の距離より大きいことになります。深さはあまりないように見えるかもしれません。しかし、モスクワの海を囲む盆地の全体的な起伏の差は 11.4km、エベレストより 3000m 近く高いことが分かっています。およそ35億年前から始まった数回にわたる激しい噴火を経て、現在のようなクレーターの入れ子構造が形成されました。謎に満ちた月の起源を解き明かす手がかりが詰まっているかもしれません。これは地球との通信が復活してから数分後の光景。上下に2つ並んでいる月の海のうち、上の領域が縁の海、下の領域がスミス海です。どちらも月の表側の東の端に位置しており、地球からもかろうじて見ることができます。縁の海は他の海とは異なり、肉球のような特殊な形をしています。溶岩や隕石の衝突の影響だと思われますが、月の海の成り立ちは場所ごとに様々です。アポロ13号が月に背を向けてゆっくりと離れていきます。月の裏側に入って通信が途切れていた時間はせいぜい25分程度。しかし、アポロ13号の宇宙飛行士にとっては永遠に感じるほど長い時間だったはずです。この時、彼らは生きるか死ぬかの極限状態に追い込まれていました。一体クルーの身に何が起きていたのでしょうか。1969年7月20日、アポロ11号に登場したニール・アームストロングが初めて月面に足跡を刻みました。人類が初めて地球以外の星を歩いた歴史的瞬間。それを達成した勇敢な宇宙飛行士の姿は白黒テレビで全世界に生中継され、数十億人の人々が月面着陸の様子を目に焼き付けました。しかし、人間とは何とも贅沢で飽き性な生き物です。アポロ11号とそれに続くアポロ12号の大成功が人類屈指の偉業であるはずの月面着陸を達成して当たり前のノルマのように錯覚させました。同じ時期にベトナム戦争が泥沼化していたこともあり、人々はアポロ計画への関心を少しずつ失っていきました。そんな中、3回目の月面着陸を目標に打ち上げ準備が進んでいたアポロ13号。13という不吉な数字を懸念する声は少なくありませんでした。直前になってパイロットとして参加する予定だったケン・マッティングリーが感染症のためジャック・スワイガードに交代します。その中で宇宙飛行の経験があったのはたった一人。アポロ13号の発射前から関係者の間には形容しがたい不穏な空気が漂っていました。サターン V ロケットがアポロ13号を乗せてケネディ宇宙センターから打ち上げられました。一部予定外のことが起きたものの、ミッションはおおむね順調に進みます。コントロールセンターのメンバーは順調すぎて退屈とすら語っていました。平和なひとときを終わらせたのは、機内に鳴り響いた恐ろしい爆発音でした。Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by 13, we're looking at it. 機内に酸素を供給するタンクが不気味な振動とともに爆発したのです。酸素タンクのうち一つが完全に空になり、もう一つのタンクの酸素も急速に減り始めました。さらに、アポロ13号のメインの電源である3つの燃料電池のうち2つが故障。電力、照明、水といったインフラの供給もほぼ断たれます。この時点で宇宙船は地球から約32万 km 離れた地点にいました。救助を求めたところで救急車も JAF も行けません。人類の希望を乗せた最先端の宇宙船は一瞬にして遭難した救命ボートへと変わりました。月面着陸という当初の目的が果たせなくなったことは誰の目から見ても明らかです。
宇宙飛行士を生きて地球に帰すことが最優先となり、月には着陸せず、月の裏側を通って地球に戻ってくるルートに変更されました。アポロ13号の構造は主に3つに分けられます。月面に降り立つための月着陸船、クルーが居住するための指令船、そして酸素や電力などを供給するための機械船です。今回爆発が起きたのは機械船でした。これはミッション開始からおよそ138時間後に切り離された機械船の画像。爆発によってパネルが丸ごと吹き飛び、むき出しになった部分から大量の破片が飛び散りました。指令船の電力も急速に減っていたため、3人の宇宙飛行士は酸素タンクが無傷で残っていた月着陸船に移動。3日半をこの狭い空間で過ごすことになります。月着陸船は長期間の滞在を想定した設計にはなっていません。想定されていた稼働時間は45時間で、それを90日間まで延ばす必要があったのです。深刻な電力不足を解消できるはずもなく、節約のために機内の電源を切り、息が白くなるほど寒い環境を耐え続けました。また、本来は1日あたり約1リットルの水が支給されるはずが、5分の1にまで減らされることになりました。水分補給はフルーツジュースで賄い、ホットドッグなどの食事で飢えをしのぎます。生きて戻れるかもわからない極限状態の中、3人は月を観察することも決して怠りませんでした。最大の問題は、どうやって地球に無事に帰るかです。本来の月面着陸のためのコースとは全く異なるコースに緊急で変更したため、地球に戻れる軌道を計算し直す必要があります。宇宙船の進行方向を決めるためのシステムは故障していました。そのため、宇宙飛行士は地球と大気圏の間にある地平線を基準にして、目視で宇宙船の向きを調整しました。また、避難していた月着陸船は地球に着陸できるようには設計されていません。宇宙飛行士は放棄していた指令船に戻り、着陸の4時間前に月着陸船が切り離されます。指令船が大気圏に突入している間は、地上との連絡は一切取れません。コントロールセンターは再び通信がつながるのを祈るしかありませんでした。1970年4月17日午後1時7分、指令船が太平洋に着水。5日と22時間54分の総飛行時間を耐え抜き、3人の宇宙飛行士が無事に地球への帰還を果たしたのです。帰還した当時、船長のラベルは約 6.3kg、ハイズとスウィーガードは合わせて約 7.7kg の体重を失っていました。あと少し帰還が遅れていたら、酸素不足と脱水症状で命を落としていたはずです。地球から40万 171km 先まで飛んでいったアポロ13号の宇宙飛行士は、人類が地球から到達した最も遠い距離としてギネス世界記録を樹立。最悪の宇宙事故からの奇跡の生還劇は、アポロ計画への関心を失いかけていた人々を再びテレビに釘付けにしました。事故の後に原因究明が行われた結果、酸素タンクのスイッチと絶縁体が試験で損傷していたことが判明します。酸素タンクの許容電圧が変更された際、本来はそれに耐えられるように設計されるはずが、交換されないまま使われていたのです。試験の途中で安全装置がすでに壊れていましたが、その危険性を正しく認識できた者はいませんでした。異常そのものに気づいても、日常的な問題だとみなされて放置されていたのです。また、爆発したタンクは1969年に事故を起こしたものが流用されており、修理後に十分な検証が行われていなかったことも明らかになっています。打ち上げ前に水面下で起きていた異常を見過ごした NASA の問題意識の低さが今回の事故を招いたのです。アポロ13号は科学的成果という側面から見れば、他のミッションと比べて見劣りするかもしれません。しかし、NASA の組織としての問題を浮き彫りにし、今後のアポロ計画に大きな教訓をもたらしました。成功した失敗と評されたアポロ13号のミッションは、絶対に風化させてはいけない記憶として語り継がれていきます。